はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、フェーズ2のコミュニティステーキングの第1ラウンドの報酬が請求可能にということで、いよいよですね、フレアネットワークのステーキングの方がですね、サービスの方が開始されて、報酬の方がね、いよいよ発生したという形で、そちらのね、報酬の方が請求可能になったということで、コミュニティの方でね、アナウンスの方がありました。で、続いてですね、じゃあその報酬ですね、5万 FLR で、報酬は 290FLR、0.58% に近いですかっていうことで、コミュニティの方がね、おそらく報酬をもらったんですかね、その方がね、質問の方をされてました。で、それに関して、この報酬配布は、エポック130から133のためのものであったと。で、ステーキングはエポック132で、コミュニティに開放された覚えておくべきことということですので、どうやらですね、この130から133の間のね、報酬が全てではなくて、エポックの132で、報酬の方が開放されたということですので、だから5万でね、290手に入れたとしても、もしかしたらね、もう少し、FLR がね、もらえた可能性があるのかなと思っておりますが、ちょっとまだ不明確な点が多いんですので、また引き続きですね、追っていきたいと思います。はい、続いてですね、ツイッター、公式ツイッターの方ですね、エポック130から133のフレアステークの報酬が請求可能にということで、公式ツイッターの方からも、アナウンスのがありました。で、ステーキングのサイトとあと請求方法ですね。で、こちらのガイドの方に詳細の方載っておりますので、今回の動画の概要欄の方に今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、興味ある方はそちらクリックしていただいて、こちらのガイドをクリックしていただくと内容の方を見ることができます。はい、で、続いてですね、現在エポック136まで進んでいるので、現在ステークしている人はまだ開始していない人より、さらに2週間進んでいることになるということで、これもね、ちょっとエポックがね、今進んでいたり、半分だったりっていう、ちょっとね、まだ不明確なところ、まだね、結構ありますので、これもね、また引き続き追っていこうと思います。はい、詳しく教えてください。この報酬を、同じ2週間の間に同じ額の FTSO デリゲートから受け取ったであろう報酬と比較しようとしているのですということで、だから皆さんもね、思ってるかと思いますけども、デリゲート報酬とステーキング報酬ね、どれくらい違うのかって考えてる人がね、たくさんいるかと思います。で、これに関してね、またね、あなたが受け取った報酬は4回分ではなく2回分のものであったということですので、だからおそらくね、もう少しもらえたんではないかっていう可能性もありますので、ちょっとまたね、引き続き追っていこうと思います。はい。そしてですね、これ結構でかいかなと思います。現在約270億の FLR の通貨が流通供給されている中で、約180億通貨 WFLR が使用されていることに加え、約 74%、200億通貨の FLR トークンがバリデータにステーキングされるか、FTSO デリゲートプロバイダーにデリゲートされ、フレアプロトコルで使用されていることになりますと。これはガバナンス提案によるステーキングの業界平均42%と比べても高い数字ですということでね、コミュニティの方ですね、コメントの方されてます。で、現在22億 FL が P チェーンに登録されており、P チェーンというのはこれステーキングに利用するチェーンですね。で、フレアネットワークと FLR トークンの利用が拡大していることは素晴らしいことですと。だから、22億 FLR が、ステーキングとかに、利用されてて、で、180億が WFR にラッピングされて、デリゲートされていると。で、合計200億通貨で約 74% と。これはガバナンス提案のね、の時にも発表の方あったんですけども、大体ね、業界のステーキング値っていうのは、半分以下、約 42% ぐらいがね、平均の中央値になるということです。トークンのステーキングのね。で、それよりもね、大幅に上回っているということで、これがね、WFLR のラッピング率によって、フレアのエアドロップが決まりますので、その WFLR と全体量が多ければ、各々がね、個々人、がもらうね、フレアドロップ、エアドロップの方はね、少なくなる可能性はあるんですけども、ただね、全体の WFLR を保有している人たちがね、たくさんいるということで、コミュニティの方からはネットワークのね、健全な成長につながるということでね、
良いというか、良い方向に向かっているということで、コメントの方はされております。ただこれがね、どのように感じるかは、個々人によるかと思いますが、今後ね、長期的に見れば、フレアネットワーク自体がね、成長する材料にはなるかなと、個人的には思っております。はい、で続いてですね、大まかに計算するとフレアドロップの月間平均保有量のおよそ 5.9% だったようだということで、今回のエアドロップのね、残高のスナップショットの時間っていうのが共有の方されました。19日前、13日前、5日前ということで、スナップショットの時刻がですね、発表の方されました。で、それによると、保有している量のおよそね、月間平均保有の 5.9% ほどの、フレアエアドロップの方を受け取ったということで、コミュニティの方ですね、コメントのされてます。はい。で、続いてですね、こちらもね、結構重要かなと思います。フレアバリデータトラッカーが更新され、パフォーマンスの高い、データプロバイダーサービスを運営するという要件に基づく、報酬適格基準を含むようになりましたということで、このフレアビルダーズってところがですね、ステーキングをしている、ステーキングをね、提供しているバリデータのね、一覧をね、載せてくれてるんですけども、それに関してですね、報酬適格基準っていうのをね、含むようになったということで、そこのね、リワードという欄が追加のされました。これ何かと言いますと、なんかね、ステーキングサービス、バリデータの方が提供してるんですけども、そのバリデータによってですね、いろいろありまして、何かね、報酬を獲得していないというね、バリデータが存在するようで、ちょっとね、まだ、詳細の方ね、わからないんですけども、一応このね、3つの基準で分類の方されてます。ペンディング、エリジブル、あとインエリジブルということで、そのペンディングと表示されているこのフレアビルダー、クリックしていただいて、リワーズのとこ見ていただくとわかるんですけども、そこにね、ペンディングと書かれているバリデータは、まだ報酬エポックが開始されて60分未満ということで、処理中ということですね。で、エリジブルっていうところのプロバイダー、バリデータは、バリデータが関連するデータプロバイダーサービスを持っていて、現在のエポックにおいて何らかの報酬を獲得していると。で、インエリジブルに関してはデータプロバイダーサービスがない。または、現在のエポックにおいて報酬を獲得していないと。そういったね、プロバイダーもいるということで、だからね、注意が必要かなと思います。だからそのね、報酬を獲得していないプロバイダーの方にステーキングしてしまうと、もしかしたらね、報酬の方が発生しない可能性もありますので、そちらね、引き続き追っていきたいかと思います。で、ペンディングに関しては、バリデータがステーキングの有効期限切れの場合についてもペンディングと表示されるようです。でですね、ディスコードの方で、フレアビルダーが本日更新され、FTS 総参加に基づく報酬金、受給資格が表示されるようになりましたと。リバーズですね。で、利回り指標をどのように反映させるかはわからないが、その重要性は理解しているということで、今後ね、もっとわかりやすい形でまたね、変化する可能性もありますので、そちらもね、随時追っていきたいと思います。はい。続いて、もし私がデリゲートしたバリデータが報酬を受け取る資格がないのであれば、なぜ彼はステーキングとロック期間を提供することが許されているのですかということでね、今の話になるんですけども、報酬をね、獲得していないバリデータが一覧に載っていると。で、これに関して、コミュニティリーダーの方はですね、ネットワーク上の分散化された幅広いバリデータセットが必要であり、それは極めて重要であると。まずネットワークの分散化が必要なためには、いろんなバリデータがね、存在する必要がありますよと。で、参加者に関しては報酬を獲得していないバリデータにステーキする必要はないと。参加者は好きなバリデータにステーキすることができると。これはね、ごもっともでも、参加者がね、バリデータの方を選ぶんですけども、でもね、その報酬を獲得していないバリデータっていうのが明確になっていないと、そちらにね、間違えて、ステーキングしてしまうって可能性もありますので、これがね、もうちょっと分かりやすくなればなとは思っておりますが、まだね、ちょっと不明確なところ多いっていうのと、まだステーキングのね、報酬が発生、し始めた段階ですので、ここね、もっと分かってくるかと思います。まだレジャーを持っている人へのサービス提供になっておりますので、今後ウォレットとかでもね、サポートされましたら、その頃にね、準備、分かってね、よく分かっている中で参加できるためにも、予備知識としてですね、今のうちに情報の方を集めて、配信の方をしていきたいと思います。
はい、ここまでね、直近の情報になります。で、僕の今ですね、XRP レジャー関連だったり、プレイヤーネットワークス関連、リップル、SAC 関連ですね、すべて、毎日海外の方から情報の方を精査してまとめております。できるだけ動画もですね、毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらまた別の動画を見ていただければと思います。また質問に関しても受け付けておりますので、動画のコメント欄概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておきますので、何か気になることと、わからないことと、あとご不明点と、暗号通貨全般のね、質問でも構いませんので、何かありましたらそちらからご連絡いただきましたら僕の方からね、すぐにご対応させていただきますのでよろしくお願いいたします。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、リップル仮想通貨投資で法人化に成功したやっさん LINE 公式アカウント開設、仮想通貨に関する悩みを専門家が回答しますということで、今僕の方ではですね、仮想通貨、暗号通貨の疑問をですね、気軽に、聞くことができるですね、LINE サービスの方を、提供の方をさせていただいております。何かね、気になることと、わからないこととですね、ご不明点とございましたら、こちらの方からですね、お友達追加していただいて、僕の方にですね、コメントをしていただければ、僕が直接ですね、コメントの方に、返信の方をさせていただいております。またですね、こちらの LINE では、1、本当は教えたくないハイブリッド資産運用法、2、投資経験ゼロでも毎月10万円目指せる投資手法。3、ブログ、YouTube では言えない仮想通貨の裏情報、などのですね、限定で配信させていただいております。特に、初心者だけど、投資で毎月安定して10万円目指したいって人には、かなりですね、有益な情報になると思いますので、この機会にね、よかったら、お友達追加していただければと思います。動画のコメント欄、概要欄の方に、僕の公式 LINE の登録リンクですね、貼っておきますので、そちらからですね、お友達追加していただいて、コメントしていただければですね、すぐに、ご対応させていただきますので、よろしくお願いいたします。